ちは、しょうこです。皆さん元気ですか？そして、この YouTube チャンネルもついに登録者3000人を超えました。本当にありがとうございます。いつも聞いてくださる皆さんのおかげです。コメントを書いてくれる人、毎回見て勉強してくれる人、本当にありがとうございます。前回からポッドキャストを始めてみました。自然な日本語を聞きながらリラックスして勉強できるように作っています。なので、全部理解できなくても大丈夫です。あ、この表現聞いたことある。なんとなく意味わかるかも。それだけでも OK です。ここ JLPT で覚えた文法だなとか、これまで学んだ言葉が日本語ネイティブってどういう風に使って話してるんだろうと聞きながら少しでも学ぶことがあれば嬉しいです。ぜひ通勤しながらとか散歩しながらとかゆるく聞いてくださいね。ところで、日本は最近すごく暖かくなりましたよね。皆さんの国はどうですか？ 5 月ってまだ寒いですか？日本の5月って外を歩くのが気持ちいい季節だなという感じです。でも、昼は暑いのに夜はちょっと寒かったりして服を選ぶのが難しくないですか？私は最近、今日は上着いらないかなって毎朝迷ってます。あと、日本では5月にゴールデンウィークがありました。皆さん聞いたことありますか？長い休み、大型連休なんて言ったりするんですけど、旅行したり、実家に帰ったり、友達と遊びに行ったりする人が多いです。でも、どこへ行っても人が多いです。カフェも、駅も、新幹線も、すごく混んでます。なので私は、家でゆっくりする日も好きです。特に土日や祝日は、外はどこも人が多いので、出かけるより家で仕事するか、お菓子作りしたり、ジムに行ったりすることが多いですね。皆さんは休みの日、何をするのが好きですか？さて、今日のテーマは LINE です。皆さん LINE 使っていますか？日本ではほとんどの人が LINE を使っています。多分、海外でいう WhatsApp みたいな感じですね。メッセージを送ったり、電話したり、写真を送ったり、あと、アルバムを作ったり、みんなで写真をシェアすることができます。本当に日本人の生活の一部です。私が中学生くらいの時は、まだメールを使っていました。携帯のメールです。でも、LINE が出てきてから一気に変わりました。連絡がすごく楽になったんです。あ、今から行くね。オッケー。みたいな。短いメッセージですぐやり取りできます。あと、LINE の特徴といえば、やっぱりスタンプですよね。日本人、スタンプ大好きです。文字だけだと、ちょっと冷たく見える時があります。でも、可愛いスタンプを送ると、雰囲気が柔らかくなるんです。例えば、了解だけだと、ちょっと怖い感じ、ありません？でも、了解です。ニコちゃんマークだと優しい感じになります。日本語ってこういう空気感がすごく大事なんですよね。実は外国人の日本語学習者さんから日本人との距離感が難しい、返信の温度感がわからないっていう相談をよく聞きます。日本には本音と建前という考え方があります。本音は本当に思っていること。建前は相手を気遣って柔らかく伝える言い方です。だから、日本人はストレートに言わないことも多いです。だからこそ、コミュニケーションをとっている中で、本音がわからなくて、この返信怒ってる？とか、返事短い、嫌われた？とか思ってしまうみたいですね。皆さんも思ったことありませんか？実は日本人同士でもたまにわからない時があったりするんです。
長い付き合いの友達とかだと、なんとなく察する、思っていることがわかることができるんですが、特に難しいのが LINE の既読機能です。メッセージを読むと相手に既読って表示されます。つまり、読んだよが相手にわかるんですね。これ、便利なんですけど、プレッシャーになることもあります。例えば、あ、読まれた。でも返信来ない。とか、なんでって不安になる人もいます。恋人同士とか友達同士でストレスになることもあります。これを日本語では既読するって言います。聞いたことありますか？読んだけど返信しないという意味です。でも、これ本当に人によるんですよ。すぐ返信する人もいるし、後で返す人もいます。私はどちらかというと、必要な時だけ連絡するタイプです。毎日 LINE するの結構疲れてしまうんですよね。でも、毎日メッセージしたい人もいます。おはよう。今ランチ食べてる。仕事終わった。みたいに、これは、どっちが正しいとかじゃなくて、コミュニケーションスタイルの違いですね。あと、メッセージの書き方も人によって全然違います。友達同士だと絵文字をたくさん使う人が多いです。絵文字がないと、なんだかちょっと冷たい感じがするんですよね。なので、私の場合だと、冷たい印象を持たれたくない人には絵文字をよく使います。逆に、お父さんとかにはあまり使わないですね。たまに文章がすごく短い人だと、OK とか、了解を略して了だけの人とかもいます。ここで自然な短いやりとりのコツも紹介しますね。日本語って短い会話を自然にするためにフィラーをよく使います。例えば、そうか、みたいな言葉です。英語のとか well に近いですね。例えば、確認お願いします。だけだと、ちょっと仕事っぽい感じです。でも、これでいいかなだと柔らかいですよね。他にも、遅れます。申し訳ありません。より、遅れます。ごめんなさい。の方が日常会話では自然です。あと、文末を少し伸ばすと、もう少しカジュアルな感じになります。そうですよね。助かります。みたいに。少し印象が柔らかくなります。日本語って強く言わない、はっきり言わない文化があるので、こういう言い方をよくします。ビジネスシーンだと語尾を伸ばすと少し失礼ですけどね。でも、ここで大事なのは全部合わせなきゃと思わないことです。無理をすると疲れます。日本人でも LINE に疲れる人たくさんいます。あと、未読スルーっていう言葉もあります。これはメッセージを読まないままにすることです。通知だけ見て開かない人ですね。理由はいろいろあります。後で返したい。今疲れてる。返信考えるの大変。とか。見たらすぐ返さないと失礼って思ってしまうので、こういうことをします。皆さんの国だと、既読スルーと未読スルー、どっちをする人が多いですか？日本人は多分未読スルーをする人が多いと思います。失礼に思われたくない人が多いんですね。今っていつでも連絡できる時代ですよね。だからこそ相手との距離感って難しいです。返信が早い、優しい、じゃないし、返信が遅い、嫌いでもないし、皆さんも日本人との LINE で困ったことありますか？既読ついたのに返事来ないとか、絵文字ない、怒ってるとか、多分一回はあるんじゃないかなと思います。でも、少しずつ相手のスタイルが分かってくると気持ちが楽になります。あと、日本語の敬語も難しいですよね。丁寧にしすぎると距離を感じることもあります。逆にカジュアルすぎると失礼かなーって不安になりますよね。このバランス、本当に難しいです。
日本人でもやっぱりこの距離感のつかみ方って難しく感じるんですよね。日本人でも外国人でもきっと相手のことをよく知ることが一番コミュニケーションをうまくするコツなんだと思います。そして一番大切なのは完璧を目指しすぎないことです。言葉って勉強だけじゃなくて人との関係の中で覚えていくものだと思います。なので間違えても大丈夫。日本人同士でもあれ、ちょっと失礼なこと言っちゃったかなって思うことたくさんあります。少しずつ自分らしい日本語を見つけてくださいね。では、今回はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。もし、このポッドキャストが良かったら、フォローやコメントもお願いします。皆さんの感想やコメント、いつも楽しく読んでいます。日本語で書いてくれる人もありがとうございます。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。